食べ物まるっと研究所です。今回はがんのリスクを下げる食べ物13選をお話しします。がんと食べ物の関係を調べた研究は世界各国で行われていて、その研究結果をもとに食べ物を選んでいけば、がんのリスクを下げることができると考えています。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、がんのリスクを下げる食べ物を看護師の視点で解説します。毎日を健康に過ごすための参考になれば嬉しいです。それでは一つずつ言ってみましょう。がんのリスクを下げる食べ物一つ目はニンニクです。不健康な食事や過度なストレスなどが原因で、体内に活性酸素が増えすぎると細胞がダメージを受けてがんが発生しやすくなります。そこでニンニクの出番です。ニンニクに含まれるアリシンやセレンは、がんの原因になる過剰な活性酸素を抑制する効果が期待できます。またアリシンはがんに対抗する免疫力を高める効果も持っているので、合わせてがんのリスクを下げてくれるんですね。そしてさらに、ニンニクに含まれるセレンは、体内でコレステロールや中性脂肪などが酸化してできる過酸化脂質というがんの原因を分解する効果も持っているんです。広島大学病院の研究でも、大腸にポリープがある患者さんにニンニク抽出物を摂取してもらったところ、新たなポリープの発症率が低くなったという結果が出ています。また、インドのラジブ・ガンディ・バイオテクノロジーセンターの論文でも、ニンニクに含まれるアリシンがマウスや人のがん細胞の増殖を阻害することを発見したと発表しています。がんのリスクを下げる食べ物2つ目はキャベツです。キャベツにはがんのリスクを下げるための成分が豊富に含まれています。その1つ目はイソチオシアネートという酵素で、体内のがんに対抗する防御機構を活性化させて、がんを予防する効果が期待できます。アメリカ・サウスカロライナ大学の論文でも、イソチオシアネートは発がん物質の活性化を防いだり、解毒酵素を誘導することで動物の発がんを強力に阻害する。イソチオシアネートは人のがんを予防する可能性があると結論を出しています。2つ目はキャベツに含まれるペルオキシダーゼという酵素です。ペルオキシダーゼは食品添加物やカビなど発がん物質から作られる活性酸素を取り除いて発がんを抑制する効果を持ちます。3つ目はキャベツに含まれるビタミン C などの抗酸化物質です。これらの抗酸化物質は体内の活性酸素を除去して細胞や組織を酸化ストレスから保護する働きを持っています。過剰な活性酸素は細胞の DNA などを傷つけてがんを発生させる原因になるので、これらのダメージを軽減することでがん予防に役立つんですね。4つ目はキャベツに含まれるインドール3カルビノールやグリコシノレートといったフィトケミカルです。これらのフィトケミカルはがん細胞の成長や異常な増殖を抑制する効果が期待できます。アメリカ・テキサス大学の論文でも、インドール3カルビノールは乳がんや子宮頸がんなどを予防すると発表されています。5つ目はキャベツに含まれる食物繊維です。キャベツに含まれる食物繊維は腸内の善玉菌の餌になって善玉菌の増殖を促すので、腸内環境を整えて発がん物質の分解・排出を助けてくれるんですね。また食物繊維は便通を促進するので、有害物質や発がん性物質が腸内にとどまる時間を少なくすることで、大腸がんなどの発症リスクを低くしてくれます。アメリカ・ミシガン州立大学などの研究者の論文でも、キャベツやザワークラウト食品の摂取量が多い女性は、乳がんリスクが大幅に減少していたと結論を出しています。がんのリスクを下げる食べ物3つ目は生姜です。食べ過ぎや運動不足が原因で内臓脂肪が過剰に蓄積すると、体の中で炎症が起こります。この炎症が慢性的に続くと、がんが発生するリスクが高まりますが、生姜に含まれるジンゲロールは強力な抗炎症作用を持つので、炎症を抑えることでがんの予防・進行の抑制が期待できます。またジンゲロールは免疫細胞である白血球を増やしてがんに対抗する免疫機能を強化する力も持っています。東京農工大学の研究者のラットを使った実験でも、生姜抽出物の摂取はがん細胞の増殖や転移を抑制する可能性があるという結果が出ています。がんのリスクを下げる食べ物4つ目は人参です。人参はカロテンが豊富に含まれていて、がんに対抗する免疫力を高めてくれます。国立がん研究センターの研究でも、ベータカロテンが不足していると、
胃がんリスクが高くなるという結果が出ています。他にも人参に含まれる豊富な食物繊維は腸内環境を改善して体内の炎症を抑制するので、がんの発生リスクを抑える効果が期待できます。ちなみに人参の葉にもカロテンやビタミンなどの栄養素が豊富なので、捨ててしまうのはちょっともったいないです。大阪市立大学の研究者の論文でも、人参の葉の抽出物はがん細胞の増殖を抑制する効果を有することが分かったと発表しているので、人参は葉っぱまで丸ごといただくといいですね。がんのリスクを下げる食べ物5つ目は玉ねぎです。胃がんの原因となるピロリ菌。このピロリ菌が胃に住み着いていると活性酸素が大量に発生して、それによって傷ついた細胞ががん細胞となってしまいます。玉ねぎにはケルセチンというポリフェノールが豊富に含まれていて、このケルセチンは増えすぎた活性酸素を中和して無害化させる働きを持っているので、細胞ががん化するのを防いでくれるんですね。また、ケルセチンは血流改善や動脈硬化を予防する効果を持っていることも嬉しいポイントです。ポーランドのニコラウス・コペルニクス大学の論文でも、ケルセチンが肺がん細胞の増殖を抑制して、転移を防ぐ効果があることが分かったと発表しています。また他に、玉ねぎに含まれるオニオニン A と呼ばれる新しい化合物は、がんの増殖を抑える効果が期待されています。熊本大学の研究者の論文でも、玉ねぎに含まれるオニオニン A は、卵巣がん細胞の増殖や転移に関わるタンパク質の働きを抑制すると発表しています。がんのリスクを下げる食べ物6つ目はターメリックです。カレーのスパイスとして知られるターメリックには、ポリフェノールの一種であるクルクミンが含まれていて、細胞の炎症を抑えて、がん細胞の成長を阻害、進行を抑制する効果があります。また、クルクミンには、がんの原因になる過剰な活性酸素を抑える抗酸化作用もあるので、合わせてがんの予防が期待できます。奈良先端科学技術大学院大学の論文でも、ターメリックのクルクミンは、がん細胞の異常増殖を抑制すると発表しています。また、アメリカマーシーがん研究所のマウスの実験では、クルクミンの摂取は肝臓の代謝に影響を与えて胃がんを抑制する可能性があると結果を出しています。がんのリスクを下げる食べ物7つ目は全粒穀物です。玄米、雑穀類など生成されていない全粒穀物は、生成された白米などに比べて食物繊維やビタミン、ミネラル、抗酸化物質などが豊富に含まれています。全粒穀物に含まれている食物繊維は便通を促進して発がん性物質が腸内にとどまる時間を少なくするので、大腸がんなどの発症リスクを低くしてくれます。また腸内環境が整うことで、がんに対抗する免疫力も高まるんですね。そして全粒穀物に含まれる抗酸化物質も過剰な活性酸素を抑制してがんを予防する効果が期待できます。インドネシア・アンダラ大学が複数の研究の結果を分析したメタアナリシスでも、食物繊維の摂取は結腸直腸がんの発症リスクを低減すると結論を出しています。またイギリスインペリアルカレッジロンドンの研究者が行った調査でも、食物繊維の多量摂取は結腸直腸がんの予防効果があると発表しています。がんのリスクを下げる食べ物8つ目は柑橘類です。オレンジやレモン、みかんなどの柑橘類にはベータクリプトキサンチンというカロテノイドの一種が含まれています。このベータクリプトキサンチンはがんを抑制する遺伝子を活性化させたり、がんの原因になる過剰な活性酸素を抑えてくれます。ベータクリプトキサンチンは特にみかんに豊富に含まれていて、オレンジの10倍程度含まれているんです。また柑橘類に含まれるヘスペリジンというポリフェノールにもがんの原因になる過剰な活性酸素の発生を抑える抗酸化作用があります。農業食品産業技術総合研究機構の研究者が海外や日本の研究を調査した結果、ベータクリプトキサンチンは肺がんや前立腺がん、乳がん、子宮がんの予防に関連する可能性があると結果を出しています。また国立がん研究センターは、ベータクリプトキサンチンとヘスペリジンを多く含むジュースは体内の解毒酵素を誘導して大腸がんを抑制すると発表しています。がんのリスクを下げる食べ物9つ目はトマトです。トマトに含まれるリコピンは強力な抗酸化作用を持っていて、がん細胞の発生に関係する過剰な活性酸素を抑制してくれます。リコピンのがん予防効果については多くの研究が行われていて、ポーランドの研究所が様々な文献をまとめたレビューでは、
リコピンが豊富な食事は膵臓がんの発生率を78%減少させる。また、胃がんや前立腺、乳がんの抗がん作用について十分な証拠があると結論を出しています。また、トマトにはリコピン以外にも免疫力を高めたり、過剰な活性酸素を抑制するのに役立つベータカロテンやビタミン C、ビタミン E も含まれています。トマトは医者いらずと言われるのも納得できますね。がんのリスクを下げる食べ物10個目はブロッコリーです。ブロッコリーに含まれるスロフォラファンは抗酸化作用、抗炎症作用、免疫調節作用など様々な効果を持っていて、がんの予防に役立ちます。また、スルフォラファンはがん細胞の発生や成長を抑制したり、がん細胞を除去してくれる NK 細胞を活性化させる働きもあるんです。そしてさらに、ブロッコリーに含まれるビタミン C、ビタミン E は、がん発生の原因となる過剰な活性酸素を抑制するので、合わせてがんの予防が期待できます。国立がん研究センターの研究でも、ブロッコリーなど油中野菜を多く食べる非喫煙者は、肺がんリスクが 51% 低くなっていたと結果が出ています。他にも、がん細胞をスルフォラファンで前処理した後に放射線治療をすると、処理がないものに比べてがん細胞の生存率が減少したという研究もあります。がんのリスクを下げる食べ物11個目は魚です。アジやイワシ、サバ、サンマ、鮭、ハマチ、ウナギなどの魚にはオメガ3脂肪酸である DHA や EPA が豊富に含まれています。この DHA や EPA は炎症を抑制する作用を持っていて、がんのリスクを高める体内の炎症を抑えてくれます。また DHA や EPA はがん細胞の転移を抑制すると考えられています。アメリカのロチェスター大学医療センターとイリノイ大学の研究者の論文でも、DHA と EPA は人の乳がん細胞の増殖を阻害して、さらにがん細胞が自ら死ぬ作用を促進すると発表しています。また、中国浙江中国医科大学の研究でも、DHA と EPA は人の肺がん細胞の増殖を抑制して、がん細胞が自ら死ぬ作用を誘導した。将来的に肺がんの治療に安全で効果的な新たな選択肢になる可能性があると結論を出しています。がんのリスクを下げる食べ物12個目はナッツ類です。アーモンド、くるみ、カシューナッツなど、ナッツには抗酸化作用を持つポリフェノールが豊富に含まれています。また、ナッツに含まれる不飽和脂肪酸は、血液中の悪玉コレステロールを低下させて、血管にプラークという血栓の元ができるのを防ぐ効果があります。プラークを防ぐと、動脈硬化や細胞膜へのダメージを防ぐことができて、がんの予防につながるんですね。また、ナッツに含まれるポリフェノールや不飽和脂肪酸は、がんのリスクを高める体内の炎症を抑える働きも期待できます。ハーバード大学の研究者たちが行った調査でも、ナッツの摂取量が多いと、ステージ3の結腸がん患者の再発率と死亡率を大幅に低下させる可能性があると結論付けています。また、アメリカ・バンダービルト大学医療センターの研究者の論文でも、ナッツの摂取は乳がんの再発、または死亡のリスクを 52% 低下させることに関連していたと発表しています。がんのリスクを下げる食べ物13個目はエキストラバージンオリーブオイルです。オリーブの実を絞った一番搾りのうち、酸度が 0.8% 以下で特に良質なものがエキストラバージンオリーブオイルです。エキストラバージンオリーブオイルには不飽和脂肪酸の一種であるオレイン酸が豊富に含まれています。オレイン酸は抗酸化作用を持つので、がんの原因になる体内の過剰な活性酸素を除去、働きを抑制してくれます。また、エキストラバージンオリーブオイルに含まれるヒドロキシチロソールというポリフェノールは、体内のがん細胞の増殖を抑える効果が期待できるんですね。イタリア・シエナ大学の研究者の論文でも、エキストラバージンオリーブオイルから抽出されるヒドロキシチロソールは、細胞内の異常な増殖を制御することによって、結腸がん増殖を抑えると発表しています。また、ギリシャ・アテネ大学の研究者たちが、複数の研究の結果を分析したメタアナリシスでも、オリーブオイルの摂取ががん発症の可能性の低下と関連している。オリーブオイルの摂取量が多いと、あらゆる種類のがんに罹患する確率が低いことが判明したと結論を出しています。今回はがんのリスクを下げる食べ物をご紹介しました。
このチャンネルでは今日ご紹介したものも含めて、それぞれの食べ物の健康効果や摂取目安量などを解説した動画もありますので、そちらも参考にしてみてください。健康を維持するには、いろいろな食べ物をバランスよく摂ることが大切です。くれぐれも特定の食べ物だけを大量に食べることは避けてくださいね。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。